こんにちは。今日このサンプルシューズ、イノシシ科のエプロンダービーの靴、出し縫いやりたいと思います。前回の動画ではすくい縫いまでやったんですけど、その後に出し縫い1回目をかけました。ノルベジェで製法は出し縫いを2回やるんですが、出し縫いの1回目はすくい縫いと同じ糸ですくい縫いと半目ずらして縫っていきました。縫った後ははみ出たアッパーをカットして、今こんな感じになってますね。アッパーの周りに極太のステッチが2本ぐるっと回ってますね。で今回はここにさらに出し縫いをかけていきます。これ今ミッドソールがくっついてます。出し縫いの1回目ではアッパーをウェルト代わりにしてこのミッドソールと縫い付けます。で今回はこのミッドソールを今度ウェルト代わりにしてアウトソールとミッドソールを縫い付けます。で糊を塗ります。一晩水につけて柔らかくしておいたオークバークのソールを貼り付けます。はい、こんな感じでソールの外形が切れました。今度はここ線引いたところをドブ起こししていきます。よいしょ。次はこのミッドソールを濡らします。このミッドソールは今ウェルト代わりなのでね、このミッドソールを濡らしてここにウィールをかけていきます。温めた8番ウィール当てていきます。
はい、こんな感じでかなりしっかりめに入れました。深めにギザが入ってます。で、今回ちょっとここでウェルトを染めていきます。こんな感じです。では縫っていきたいと思います。麻糸、これはすくい縫いと出し縫いよりは細めの糸ですね。さすがにね、出し糸をこのピッチで極太ステッチはできないので、半分ぐらいの、半分以下かなぐらいの太さの糸で縫っていきます。ちなみにすくい縫いと出し縫い1回目はだいたい8ミリ、9ミリぐらいのステッチです。で、この出し縫い2回目は3ミリちょいですね。これも半分以下のピッチになります。今回は出し縫いの穴は1回全部開けました。ミッドソールがね、普段のウェルトよりも少し硬いんで、一目一目開けていくと逆に時間かかっちゃうっていうのと、一目一目が結構間隔が広め、8番ピッチなので広めなので、割としっかりめに先に穴開けといても大丈夫なんですよね。これがね、細かいとね、先になんか一気に穴開けちゃうと気持ち的な問題かもしれないんですけど、ウェルトがちょっと不安なんですよね。一目一目やると穴開けてもそこに糸が収まってグッと締まるので、どんどんソールに硬さが出ながら縫い進んでいくんですけど、穴を開けても糸が通らず全体に開けるだけだとちょっとソールが柔らかいまま穴ばかり開くという不安なんですよね。今回はその間隔が広いので一気に穴開けちゃいました。穴は開いてるんですけど、もう一回この出し針で再度穴を開け直してからやってます。穴開け直すといっても開いてる穴にもう一回この出し針を入れる程度のもので、ほとんど開ける時間っていうのと開ける慎重さっていうのはいらないので、かなり縫い進むスピードが速いです。
はい、出し縫い2回目が終わりました。かかと周りも含めて360度一周縫いました。ピッチはウィール8番ということでそんなに細かくないんですけど、ぐるっと一周縫うのは結構疲れます。こんな感じです。ノルベジェーゼはね、この縫い目が3本見えてくるのですごく華やかというか派手ですね。この2本の極太のすくい縫いと出し縫い1回目の下に今縫った細かめの出し縫い2回目が見えてます。かなりソール周りボリューム感が出ますね。実際これシングルソールだし、小判の張り出しもここから削りますけど、そんなに大きくないんですよね、張り出しは。なんですけどやっぱりこのソールがやっぱ目を引くのでボリューム感があるような印象がやっぱりありますね。ソール裏面はこんな感じになってます。ここまでノルベジェーゼらしいしっかりした表情が作れたのは今回初めてなので結構テンション上がってます。ということでイノシシ川のノルウェージェーゼのサンプル出し縫い2回目まで来ました。僕結構ノルウェージェーゼ製法好きで、一番好きな製法はっていうとノルウェージェーゼかなっていうぐらいだったんですけど、最近ねハンドソーンばっかり作っててハンドソーンに気持ちが傾きつつあったんですけど、もちろんハンドソーンも好きなんですけどやっぱりノルウェージェーゼいいですなと改めて思いました。ということで本日の科学線でした。